こんにちは、マシン原田の部屋へようこそ。今回のゲストはこの方、ツイックスジュンです。さあ、お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は中目黒にある EXPG スタジオ東京にお邪魔しております。ありがとうございます。ではまず簡単な自己紹介からお願いします。はい。ツイックスジュン、ツイックスパウン、ラグパウンド、そしてマットルーツという、クルーで活動させてもらってます。あ、今はその3つない。はい、基本的にこの3つになってますね。知っての通り、シャブレーはもう全然お友達チームなので、なるほど、解散とかではなくて、はい、年齢は45です。おー、45になったか。なりましたね、気づいたら。趣味は映画鑑賞おー、ね。最近何見た？君はどう生きるか。ああ、俺も見たいと思ってるけど、どうやった？難しかったです。すげえ考えながら見て、なんか賛否両論な。そうですね。決して面白いとは思わなかったですね。なるほど。考えすぎちゃって最終的に。なるほどな。今ハマってるもんはクワガタの飼育っす。マジで？はい。これめちゃくちゃハマっちゃって、ダンス業界にもかなり有名な、ピートさんがすごい有名なデコちゃん、そうピート君。僕はもうコロナ禍で、たまたまちょっとこう知り合いのダンサーの友達が取りに行ってるストーリーを上げてて、うわ俺も行ってみたいって言ったのがきっかけで、今どっぷりハマっちゃって、もう200、300ぐらい部屋にもうだからクワガタ部屋がある。部屋が、はい、うちの子供の保育園に寄付したりとかして持ってったりとかするのがクワガタのお父さんだっつって子供にマジで、はい、また持ってきたっつっていじられてます。純のダンスの出会いは？僕はもうダンスの出会いはダンス甲子園です。おお。LL ブラザーズと霊感山間トンチンカンに憧れて、でもその時って中学生ぐらい？そうです、中学生なんで、北海道の八雲町っていうとこなんです。6人しかいないんですよ、同級生。全校生徒21人の小学校だったんで、で中学校でやっと大きい学校だったんですけど、本当右見たら山、左見たら海みたいなところで育ってたんで、一人の先生黒板半分にして1年生と2年生教えるみたいな。そんなことあんの？やばくないですか？今思うと3つしかクラスないんで、1、2年生、3、4年生、5、6年生っていう一緒なんですよ。熊手で学校やってました。それもう最寄りの駅からめっちゃ遠い？ああ、もう遠いです。駅なかったですね、自分の住んでるところ。そこでそのダンスに出会ったけど、周りにダンスやる人なんていないですよ。もう0人ですよ。新聞見て夜中の欄にダンス何これみたいな。無理やりお母さんに起こしてもらって見たら、やべえみたいな。そこから高校を卒業して専門学校で八雲町っていうとこから札幌の方に行きまして、でその時にもう本当にやっとダンスっていうのを調べて行ったのがスタジオネイルっていう、シャークさんという京都のソウルスタッフのメンバーの方がやってたスタジオで初めて門を叩いて、その時まだそのジャンルもそんなヒップホップの中にロッキングがちょっと入ってたりとか曖昧な時代なんですよね。なんですけど最初に門叩いた時にレッスン習ったのがハウスだったっていう。でそこからもうでも全部やってみたんですよね。ハウス、ロック、ポップ、ヒップホップ、とりあえず楽しかったんで。そんな中で最初にこれやと思ったのは何やった？ヒップホップですね。でそこでちょっと発表会みたいのをクラブで出たりとか、でそこで仲良くなってメンバーでコンテストみたいなのを出ていくうちに、ダンスディライトっていうビデオテープですね。その時にそこで衝撃受けたのがもうエレクトリックとか横井兄さんです。なるほど。僕のもう本当に入り口というか衝撃的だったのは、就職してレントゲン技師の助手、病院で働いてたんですよ。そうなん？言うたら悪いけどめちゃくちゃ意外やな。いや、そうなんです。もうずっとダンスで俺はダンスだみたいな感じやん。当時就職難の時代で、だからもう本当にダンスは趣味で、就職しなきゃと思ってその病院で働いてて、レントゲン助手っていう形でレントゲンをサポートしてたんですよね。結構こうヘルニアとかメイン、そこの病院がもうおじいちゃんおばあちゃんばっかりがいるじゃないですか。でそれがやっぱりこのまんま俺年取ってくんだっていう感覚に振り切って一回自分の人生生きたいなって思った時にダンスしかない
かと思って、親のお金もあったんで、1年間だけちゃんと就職させてもらって、21から21歳は就職して、でそこで1年間ちゃんと社会勉強的な形で学んで、一気にそこからもう東京に段ボール2つだけで東京に行くみたいな。すごい。まあやるなら、まあその当時可愛がっていただいた方はいっぱいそこにいたんですけど、ぬるいとこ行くぐらいだったら、もっとガツンと一回やって、ダメだったら帰ってくればいいじゃんぐらいなノリで東京に21歳の時に出てきたんですよ。はい、素晴らしい。それがもう本当逆に運命というか、お金なかったんで当時だから、その地元の北海道の友達が東京で住んでるやつの家に転がり込んで転々としてたんですよね。もう本当にその時も別にダンスっていうものを分かってないというか、ちゃんと本当にただやりたいっていう思いだけで来てしまったので、どこに行ったらいいのみたいなものから始まるじゃないですか。でもとりあえず東京って言ったらもう渋谷っしょみたいな。もうすごいな。でとりあえず毎日渋谷行って、だから当時やっぱドレッドの人がすごい多くて、東京ドレッドのたまたまカップルが歩いてて、あれこれ絶対ダンサーだなと思って後ろからつけて、ダンスの話は明らかにしてたんで、後ろから「すいません、北海道から僕出てきたんですけど、ダンス習いに行きたいんですけどどこ行ったら分かんないんですすいません行ってますか?」って言ったら「あ行ってます、どこですか?」って言ったのはボビーさんのレッスンだったんですよ。そのカップルは特に有名な人ではなかった。明細っていうチーム、連絡先交換して、当時ガラケー池尻大橋のスタジオに連れてってもらったらボビーさんのレッスンを受けたんですよ。ただボビーさんのレッスンの前にEXILEのヒロさんがレッスンで、あれこの人も超有名じゃんってなって、ヒロさんとボビーさんのレッスンを通う。なるほど。たんですよね。で今に至ってね。だからもうちゃんと習ったらもう16ビートですよ。すごいな。クラブ行くようになって、クラブで出会ったメンバーで、当時のサムさんの番組の「レイブ2001」に出させていただいて、まあ負けちゃったんですけど、なんか MVD みたいなのをちょっと僕いただいて、その時のチームがトライアングルの前身のチームでエレクションっていう、そしたらやっぱ多少顔がこう広まるというか、そこでチームで声変わったのはトライアングルっていうチームになった。でそこが本当にディライトを目指す、やろうぜっていうところで生活がガラッと変わったところでしたね。出会ったというか、まあ、ディライトメンバーなんですけど、たまたまこう飲み友達から始まって、でなんかじゃあもうどうせなら、ディライトでちょっともうかまそうぜ、面白いことやろうぜみたいな、全くジャンル。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。12月3日キングオブバック14チャンピオンを決める大会がありますので、そちらも概要の方載りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。